こんにちは、節野屋です。今日は難度、DRAM、HBM の違いから AI 時代のメモリー階層を一気に整理します。シルカスナです。AI の記憶装置は、一種類の部品ではなく、速さ、容量、価格の違う層を組み合わせた都市のようなものです。上に行くほど高速ですが、小容量で高価です。下に行くほど遅い代わりに、大容量で安くなります。大まかに言えば、メモリーは計算中に使う場所、ストレージは後で使うデータを保存する場所です。SRAM は CPU や GPU、AIASIC の内部にある超高速メモリーです。低遅延で高帯域ですが、面積が大きく高価です。DRAM が足りないなら SRAM を増やせばいいとは言い切れません。SRAM の役目は HBM へ何度も読みに行く回数を減らすことです。ここでよくある誤解をほどきます。演算機と SRAM は CPU 側、HBM と DRAM は GPU 側という分け方は正確ではありません。CPU、GPU、ASIC のすべてに演算機、レジスタ、SRAM があります。その外側に DDR、LPDDR、GDDR、HBM などの DRAM を用途に応じて接続します。レジスタもデータを一時的に保持するという意味ではメモリーです。演算機が今まさに使う値、途中結果、アドレス、条件判定などを置きます。ただし、レジスタとキャッシュ SRAM は同じものではありません。大きなレジスタファイルは SRAM に近い専用回路で作られることもありますが、管理方法と役割は違います。CPU と GPU の違いは、メモリーの種類を担当分けしていることではありません。演算機の数、並列度、SRAM の使い方、外部 DRAM へ求める容量と帯域が違います。GPU も HBM だけで動くわけではありません。テンソルコアやCUDAコアの近くに、レジスタファイル、共有メモリー、L1、L2 といったオンチップメモリーがあります。GPU で一つのプログラムがレジスタを使いすぎると、同時に動かせるスレッド数が減ります。さらに足りない値は外部メモリーへ退避し、必要な時に読み戻されます。ASIC は用途を限定する代わりに、演算機の種類、SRAM 容量、データの流れを目的に合わせて設計できます。ただし、基本階層は変わりません。学習や高スループット推論では HBM を大きく使い、低遅延推論では SRAM を増やす設計もあります。現実には SRAM と HBM を併用する構成が中心です。NVIDIA の GB200 グレイスブラックウェルスーパーチップでは、グレイス CPU1 機とブラックウェル GPU2 機を NVLink C2C で接続します。CPU が中央にあるのは上下関係ではなく物理配置です。この図を見て、左の GPU から右の GPU へ送るデータが毎回 CPU を通ると考えるのは誤りです。ラック内では NVLink と RedVLink スイッチで GPU 同士もつながります。グレイスホッパーやグレイスブラックウェルのような密結合では GPU 側 HBM と CPU 側 LPDDR をコヒーレントに接続できます。GPU は HBM に入りきらないデータを CPU 側メモリーから参照できます。ただし、コヒーレントだから同じ速さになるわけではありません。頻繁に使うデータは HBM へ置き、容量が大きいが頻度の低いデータを CPU 側メモリーへ置きます。最終的に重要なのは CPU か GPU か ASIC かではなく、演算機が必要とするデータをレジスタ、SRAM、HBM、DRAM、SSD のどこへ置き、どれだけ再利用できるかです。DRAM は PC、スマートフォン、サーバーの主記憶です。電源を切ると消えますが、SRAM より高密度で安価に作れます。HBM は DRAM 台を縦に積み、GPU やレア ASIC の近くに置きます。狭い道を速く走るのではなく、広い道で一度に運びます。HBM と DDR5 は別製品ですが、上流では DRAM ウェハー、生産設備、人員、材料の一部を共有します。トレンドフォースは、2026年末に HBM 向けウェハー投入が DRAM 全体の約 22%、得られる HBM ビットは約 9% と見ています。難度は、電源を切ってもデータが残る不揮発性メモリーです。USB メモリー、スマホ、SSD の保存領域に使われます。TLC は性能と耐久のバランス。QLC はより大容量で安価ですが、
直接書き込み速度や耐久性では不利になります。SSD は難度そのものではありません。難度、SSD コントローラー、DRAM、ファームウェア、電源段保護、NVMe で成り立ちます。高性能なエンタープライズ SSD は何度だけあっても作れません。内部 DRAM が足りなければ、完成品の供給も詰まります。SSD が増えても、HDD と磁気テープは消えません。AI が作るデータ量が大きすぎて、すべてを SSD に置くのは高価だからです。LLM の長文推論では、KV キャッシュが巨大になります。過去文脈を毎回計算し直さないための中間結果です。現在使う KV は HBM へ、対比した KV は DRAM へ、近く再利用する KV は SSD や共有フラッシュへ、AI の記憶はさらに細かく分かれます。HBF はハイバンドワイズフラッシュです。難度を高並列に使い、HBM より大容量な近接メモリーを狙う構想です。XL フラッシュは通常の TLC や QLC より低遅延、高耐久を狙うフラッシュです。KV キャッシュや高頻度検索の対比先になります。DRAM と難度は需要が一直線に増えるだけの産業ではありません。価格上昇と供給過剰を繰り返します。見るべき指標は契約価格、ASP、ビット出荷量、在庫、ウェハー投入量、世代移行とぶどまり、そして製品ミックスです。2026年第1四半期には、一般 DRAM 契約価格が前四半期比で約93から 98% 上昇したとされています。エンタープライズ SSD も強い。主要5社の2026年第1四半期売上は、前四半期比 86.1% 増。ESSD 契約価格は約 80% 上昇です。今回の違いは、需要の中心が PC とスマートフォンだけではないことです。HBM、サーバー DRAM、QLC-SSD、HDD、テープまで同時に動きます。投資や産業調査では、AI が伸びるからメモリー企業は全部伸びる。では荒すぎます。各階層を別々に見る必要があります。結局、AI 時代のメモリー問題は、単純な容量不足ではありません。どのデータを、どの速度と価格の層へ置くかです。難度、DRAM、HBM は、一つの勝者を決める競争ではありません。AI が大きくなり、記憶装置の全階層が再設計されているのです。なお、この動画は市場観測と AI による考察を含みます。投資助言ではありません。判断は必ず一時情報とご自身の状況で確認してください。